こを朝掘ってきてくれたので、親戚の者が持ってきてくれたので、今日はこれを茹でようと思います。まずちょっと外側の汚いのはのけて、切り口の方を少しきれいに切ります。掘り起こした時にちょっと土がついてたりしますので、それをのけます。そして、先端の方を傷をつけないように斜めに切ります。ちょっと力を入れて斜めに切り落とします。で、切り落としましたら、こちらの方は皮が厚いので深く、こちらの方は薄いので、皮を傷がつかないようにこちらの方をちょっと深めに切って、だんだんと皮の方は薄く切ります。そしてここに指を入れてこれを剥きます。昔ながらでは皮ごと茹でるっていう方法なんですけど、たくさん茹でる時に皮ごと茹でるとちょっとたくさん茹でられないので、一応こうやって薄皮を剥きます。そして、これは丸ごと茹でます。一応今日いただいたたけのこを全部皮を剥きました。今日は丸ごと茹でます。で、今から茹でる支度をします。鍋にたっぷりの水を入れて、お米を中に入れます。お米でもいいし、とぎ汁でもお米のとぎ汁が準備できるときはお米のとぎ汁をします。で、これで、火にかけて、3、40分煮ます。煮立つまでは強火で、煮立ってからは中火ぐらいでぐつぐつと3、40分煮ていきます。で、煮てからここの根元の方に竹串が刺さるようになるともう煮えてますので、そこまで煮ます。小さいのはもう早くにすっとこう竹串が通るようになったんですけども、一番大きいのが50分ほどかかりましたけど、一応竹串が通るようになりました。で、竹串がすっと通るようになりましたので、もう一度ゆだってるっていうことで、火を止めます。そしてたけのこはこの茹で汁につけたまんまで、このお湯が冷めるまで置きます。そしてこのつけ汁につけておいて、しっかり茹で汁につけたまんまで置くことでアクを抜きます。このまま置いておきます。茹でたたけのこはきれいにさっと洗って、きれいにさっと洗ってぬかを落として、すぐに使う場合は使いますけど、残した場合は容器に水を張ってその中に漬け込むようにして保存します。容器でもいいですし、フリーザーバッグでもいいですけど、フリーザーバッグだと水でグラグラするんで、そこに何か箱か何かを置いて、冷蔵保存1週間程度は持つと思います。ゆでたけのこの出来上がりです。